今回は愛知県の豊橋から三重県の伊勢神宮のお膝元、伊勢市へ。地図を見ると、伊勢湾の入り口を横切るように直線で結べば非常に近いように見えます。しかし、現代の交通網では名古屋を経由して大きく迂回するルートが一般的です。ということで早速この豊橋駅から三重県の伊勢市駅を目指します。もしこの直線ルートを公共交通機関だけで進んだら一体どうなるのか。本日は地図上の最短距離に挑みながら、かつての鉄道マンたちが夢見た幻の鉄路と江戸時代の旅人たちが歩んだ王道ルートの痕跡をたどります。旅の始まりは新豊橋駅。今回利用するのは豊橋鳥羽割引切符。お値段は3000円です。こちらの切符は当日窓口で買えます。豊橋鉄道とその先の路線バス、さらに伊勢湾フェリーの運賃が含まれた割引切符です。これはどっちかな、1番線か。11時40分発三河田原行き。まずは豊橋鉄道厚木線に乗車し、厚木半島を進んでいきます。この厚木線、地方私鉄としては驚異的な1時間に4本という高頻度ダイヤを維持しています。はい、三河田原駅に到着です。新豊橋駅からは36分です。この三河田原駅は半島半ばにある駅。半島はまだまだ続くのになぜ鉄道はここで途切れているのか。実はこれ、資金難や戦争によって工事が頓挫した未成線の痕跡なのです。大正時代に計画されたこの路線は、もともと半島の先端、伊良湖岬にあった大日本帝国陸軍の伊良湖試験場への物資輸送などを見据え、先端まで線路を伸ばす壮大な計画でした。しかし、その夢は叶うことなく、鉄路はここで途切れているのです。駅前は高層ビルこそありませんが、非常にきれいに整備された花の街の様相を呈しています。鉄道が叶えられなかった伊良湖岬へ、ここからは路線バスがその役割を引き継ぎます。ここからはバスに乗り換え、厚木半島の先端伊良湖を目指します。時刻表はというと、これは鉄道厚木線か。いや、しかし1時間4本はすごいな。鳥羽伊勢志摩2番乗り場伊良湖岬行きか。どれだ、ちょっと分かりづらいな。乗り場、これか。時刻表ここにあるな。案内板を見ると目的地までは1時間に1本の運行。地方のバスとしては検討している本数です。12時30分のバスで行けるのかな。12時40分、バスは三河田原駅を出発しました。厚木半島の南端部の中心である保見町。かつてここには厚木線の延伸計画もありましたが、実現することなくバスがその役割を担っています。次は終点保見。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。伊良湖行きの方、道路側のバスを乗ってきたバスはここで、乗り換える必要があるようです。ちょうど、連絡バスが待っていますので、こちらに乗車します。乗車は3名に変わり、さらに半島先端を目指します。出発から約1時間、13時47分に終点の伊良湖岬に到着しました。道の駅伊良湖クリスタルボルトと書いてあります。どうやらこの道の駅はフェリーの旅客ターミナルとターミナルを兼ねているようです。切符売り場、切符は先ほどの豊橋で買った割引切符が適用されるので、改めて購入する必要はないのですが、時刻表を見に行きます。
次の時間はあと3時20分。いやー、結構待つな。ちなみに運賃なのですが、片道1980円。ここまで電車とバスは本来ならば1700円なので、割引切符だとだいたい700円ぐらい割引になるようです。せっかくだからご飯を食べよう。選択肢は結構ありそうです。この果汁バーガーっていうのが気になるな。ちょっと遠いな。この俵フィッシュバーガーも気になるな。単品1280円。遠いし、ちょっと小遣い足んないな。ここで衝撃の事実が発覚します。フェリーの時刻表を見ると、前の便は13時40分発。そして次の便はなんと15時20分。バスが到着したわずか7分前に船は出港してしまった後でした。フェリーは海上の安全を優先し、バスは道路事情に左右されるため、相互のダイヤを完璧に同期させるのは極めて困難なのです。今日は連休中ということもあり、道の駅の駐車場は、かなり車が止まっています。田原方面のバス停です。ここのバス停からの最終は18時50分。こっちで合ってんのかな。なんか誰もいないな。人影まるでなし。この先に定食屋があると思うのですが、これ並んでんのかな。いやー、うまそうなんですが、結構並んでまして、待つとフェリーの時間に間に合わなそうなので断念です。いやー、食べたかったな。代わりにこれを食べます。松阪牛ポテトチップ。道の駅で買ったポテトチップスで待ち時間をしのぎます。未成線のロマンに浸るには少し長すぎる時間ですね。この乗り場からは日間賀島講和方面のフェリーにも乗れるようです。そしてこちらが鳥羽方面の伊勢湾フェリーですか。乗り場があります。あ、もう結構フェリーに乗る準備されてますね、皆さん。本当にリアカーあるけど、これ乗るのかな。フェリー、リアカーかなのか。ライダーの方も結構いらっしゃいますね。乗船はもう少しのようです。この松阪牛ポテトチップ、ちょっと想像と違いましたが、なんだかんだ言って食べ尽くしそうです。そろそろ乗船始まるかな。フェリーに徒歩乗船する人結構いるんだな。最初に自転車が乗るのか。船内はまだ、これからドライバーの方が乗ると思うので、まだ船内は空いています。とりあえず登れるとこまで登ってみます。次に鳥羽駅のフェリーに乗船です。一番上の甲板に出ると興味深い案内板があります。国道42号、国道259号。そう、私たちが乗っているこのフェリーの国道42号は静岡県浜松市から和歌山県和歌山市を結ぶ約 500km の長大な国道。単なる船ではなく海の上を走る海上国道なのです。右手には答志島、左手には菅島が見えます。鳥羽の島々を縫うように進む。現代の私たちにとってはバスと船を乗り継ぐ非効率な遠回りに思えるこの航路。しかし時計の針を江戸時代まで巻き戻すと全く違う景色が見えてきます。実はこの海越えルート、関東や東海地方から伊勢神宮を目指す人々にとってお伊勢参りの大動脈だったのです。当時東海道を陸路で進むと
木曽川、長良川、揖斐川という巨大な木曽山線を越えなければならず、洪水のたびに何日も足止めを食らいました。それを嫌った旅人たちは確実性を求めて渥美半島から船に乗り、直接鳥羽や伊勢へ上陸するルートを好んで使ったのです。こちらは鳥羽フェリーターミナルです。結構人いますね。乗船から60分、16時20分に三重県の鳥羽港へ降り立ちました。そしてここからは徒歩圏内にある近鉄線の駅に向かいます。降りた場所は鳥羽水族館のすぐ近くなので、この辺りもすごく大勢の人で賑わってます。ちょうど近鉄特急の島風号ですね。いやー、乗りたいな。この交差点に国道42号という、道路標識があります。この交差点のすぐ近くに駅があります。これだな。フェリー乗り場と水族館の近くなのに全然人いないな。伊勢市まで480円か。あれ自動改札はないのかな？ IC はホームで。しかし、ここもかつては鳥羽の海の玄関口と鉄道を結ぶ最重要ターミナルだった歴史ある駅です。今は無人駅となり、周辺の喧騒が嘘のようにひっそりとしています。昼間は1時間に1本、朝夕が1時間に2本の運行ダイヤです。まもなく2番線の電車が。最後、この伊勢中川行きの電車に乗って伊勢市に移動していきます。伊勢津川駅に到着しました。この駅も伊勢神宮の最寄りの駅ではあるんですが、今回は陸側の最寄りの駅伊勢市を目指しています。ついに本日の目的地伊勢市駅に到着しました。ちなみにこの伊勢市駅、以前は山田駅と言われ、当時の国鉄と近鉄が参拝客を奪い合った激しい鉄道競争の舞台でした。改札の共用はその歴史の休戦協定のようなものです。はい、ということで目的地の伊勢市駅に到着いたしました。そしてだいぶ時間が経って日は傾いております。所要時間はどのぐらいかかったかというと、そしてただいまの時刻は17時23分。新豊橋を出発してから所要時間はなんと5時間40分です。豊橋から名古屋を経由し、名鉄と近鉄の特急を乗り継いだ場合、所要時間は約2時間半。運賃は最安で3000円、特急を使っても4000円強です。対して今回の直線ルート、割引切符3000円に近鉄線の運賃480円を足して合計3480円。名古屋経由の最安ルートより高く、時間は倍以上かかるという結果になりました。地図上の直線移動は速いという仮説は見事に打ち砕かれました。しかし、半島に夢を馳せた幻の鉄路、そして海上の国道を行くフェリーの旅情、時間と効率だけでは測れない移動のロマンが、このルートには確かに存在していました。皆さんもあえて非効率な直線ルートで知られざる日本の地理と歴史を体感してみてはいかがでしょうか。